こんにちは、雄大です。今回で巻き棚完結編です。雨の影響は大丈夫だったのか、ブルーシートを剥がしていきます。今回は巻き棚の屋根部分も取り付けて、巻き棚の中に部屋みたいな空間も作ろうと思ってるので、最後まで見てくれると嬉しいです。では屋根を固定する木材を塗装していきます。長さ 4m を10本購入しました。これを前回組んだ 2x4 の上に乗せていきます。塗料は耐久性も高いキシラデコールのウォルナットです。ではね、これをね、40センチ間隔ぐらいですかね、4メートルのやつを5列で10本か作っていきます。上に乗るってわけではないので、強度は多分大丈夫だと思います。はい、間のね38センチでカットしていきました。木材と木材の間が 38.25 センチになるんで、これを間に入れて固定するだけです。もうね、ほぼ小屋で200本ぐらい固定していきます。いいね。オンデュリンのクラシックシートブラックです。なみなみがあるんでね、防水性も高くて、上からねビスキャップで締めるので、後でのメンテナンスとかそういうのもしやすいので、これにしました。キャンピングカーのね屋根材もオンデュリンの使ってて、もうねオンデュリンのこの屋根材はもう大好きです。今回巻き棚なんでねあんま関係ないんですけど、雨の音とかそういうのも軽減されるみたいなんで、めちゃめちゃ使いやすいです。このビスキャップで固定していきます。これもキャンピングカーの屋根の時使ったんですけど、ビスキャップで上からなみなみの上の部分で固定して、ビスで留めて、で固定して、最後このキャップをね上から閉めるという、するとこう閉めれるので、上からの雨も防ぐと。しかもねこれキャップなので、後でメンテナンスしたい時とかもこれ外してもう一回やれば簡単に屋根材のメンテナンスできるので、めちゃめちゃ気に入ってます。このように一山分しっかりと固定するので、防水性もバッチリです。重なった部分はビスでしっかりと固定します。屋根の前後の部分は全部の山でビスで固定し、間の箇所はね木材がある場所で固定しますが、二山置きで固定しました。感覚的に直線で打ってるんですけど、綺麗にやりたい方は紐などを使用するとまっすぐビスが打てます。はい、今更なんですけど、合板を置いて上に乗れるようにしてみました。下からだとね体勢もきつかったので、もっと早くやればよかったです。めちゃくちゃ楽になりました。最高ですね。屋根の上で昼寝します。ちょっと高さあるだけでなぜかとなんか気持ちいいですよね。こっちはねちょっとこう道路とか倉庫があるんで、もうちょい奥の方のとこで少し高さを出して昼寝できるようなスペースとか作ってみたいと思います。
ビスをね250個ぐらい打ちました。なんでもう今日は終わりです。この倉庫の部屋はねほんと作ってよかったですね。本当はねここ壊そうかなと思って工房にしようかなっていう案もあったんですけど、いろいろ考えると、せっかく作ったんでこのまま残して、でも工房の場所を広くしたいんで、なんか外に鉄骨のガレージとか作るのもありかなとか思ってきました。その辺もちょっとね決まったらまた動画にします。定期的にね掃除したりしてるんでまだ綺麗に保ててます。薪ストーブもねこのブロック作ったりレンガ組んだりやるとか言ってたんですけど、未だにこのままです。なんだかんだ使えるんでね、楽するとこは楽しながらこだわるところはこだわろう。じゃあ今日は寝てまた明日ものづくりをやります。おはようございます。ここもね整理しないとダメなんですけど、こういうちょうどいいね廃材とかもあるんで、それ利用して薪棚の土台みたいな感じでね作っていきます。横に棒がないと後でしなるかもしれないので、ここに1本入れてそこからここで固定する感じにするか。たるんだらねまた薪入れ替えて実験しながらこの辺はやっていきたいと思います。こっちはねまだ余ってるんでプラスチックパレットとか置いてやるかもです。なのでね何パターンか分けてやっていきます。じゃあ一応防腐剤でキシラデコールで塗っていきます。軽い薪棚を作ろうと思ってたんですけど、もう家みたいな感じになってきましたね。この辺廃材で適当にやって、ここ長いのなかったんで、継ぎはぎみたいな感じで組んだんですけど、やっぱ廃材はおしゃれですね。こういうとことかこういうところちょっと気になるのでパテを塗って、その上から黒く塗装していきます。はい、全部パテ塗りました。これがね乾いたら少し磨いて、その上から黒く塗装していきます。
もらったりね、 DIY の端材とかもいっぱい出てるんで、このやつも全部巻き棚に置いていきます。あとこっちにある薪もね移動していきます。はい、もう巻き棚というよりね端材入れみたいな感じになりますね。また廃材をもらってきました。これ細かく切ってね薪にします。はい、端材もね大量に集まってきたので、ここに部屋みたいなスペースを作っていきます。部屋といっても OSB 合板で囲っていろいろ収納できるようなスペースにしたいなと思ってます。では強度アップと横に合板を貼るために筋交いを入れていきます。
高速編集。よし、もういいね。これでいい。はい、では最後の工程です。斜めにカットして継ぎはぎみたいにしていくのが意外といい感じだったので、この横の部分にも角材を入れていきます。よし、もう止まろう。もうやめよう。はい、ここはね、やってもやってもキリがないので、これで一旦終わりです。また廃材とか多分どんどん溜まってくると思うんで、その辺でね補強しながら、蜘蛛の巣ではないですけど、こういう模様を作っていくのはありだと思いました。ってなると、この後ろ側もね模様つけてもいいのかな。薪もねちょっとずつ増やしていきます。丸太も何個か手に入りそうなんで薪割りして、ここ満帆ともう一段ぐらいね満帆できたらいいなと思ってます。ここはとりあえずパレットとか、薪棚でまだ補強するようなこの角材と、あとは出た端材とかですね、細かいやつはもうここに入れていきます。はい、でここはねバス停です。キャンプ用具とか、焚き火台とか簡単なテーブルとかここに置いて、で最後ねここでブルーシートというか防水シートみたいなの貼って隠せば雨にも濡れないんで、何かしらここは入れようかなと思ってます。ほぼ部屋みたいな感じになりましたね。でここは端材です。廃材とかちょっとずつ集めてねだいぶ増えてきました。いやだいぶ頑張った。お疲れ様でした。